はい、おはようございます。花丸です。今回はですね、この草刈り機、こいつがね、なんか圧縮がなくて、エンジンがかからんということで、ちょっとうちに来たんですけど、今回はね、こいつを直していこうかなと思います。はい、こいつはですね、メーカーが強立っていうところのスパイダーモアっていう、なんか草刈り機みたいですね。で、品番がAZ654WD になります。まずはプラグになります。焼き色ですね、結構いい感じに焼けてるかなと思うんですけど、ちょっと気になったのはね、ギャップがちょっと狭くて、まあ大丈夫なんでしょうけど、まあ一応新品交換しておきます。そして次にこちらエアクリーナーフィルターですね。もうなんかね、ケーキのスポンジみたいな感じで、こんな感じでボロッボロやったんで、まあこれが結構目詰まりして空気吸わんと、まあ、エンジンがかからんのかなと最初は思っておりました。まあ、こちらも新品交換します。はい、こちらがですね、キャブレーターのダイヤフラムっていう部品で、なんか草刈り機とかのキャブレーターのオーバーホールをするときは、だいたいもうここがダメになってて、まあ、不具合があるみたいなんで、まあ、一回ね、オーバーホールするついでにこのダイヤフラム交換します。で、今外してる部品がですね、バイクのキャブレーターでいうところのなんかフロートバルブと全く一緒な感じのやつがここに入っててですね、まあこれは普通に綺麗やったんで再利用しました。はい。で、今こちら割ったんですけど、割ったらですね、サンドイッチするような形でガスケットが2枚入ってるんで、まあこいつも、新品交換しました。でね、これがなんかへばりついてて非常に剥がしづらかったんですけど、キャブクリーナーとブラシを使って、磨いたらですね、結構簡単に落ちたんで、まあそのようにして取っていきました。エアクリーナーが来ました。はい。で、こちらがフィルターですね。フィルターなんですけど、こちらは純正品じゃなくて、農機具屋さんが切って売ってくれたもんですね。なんか純正品は高いみたいで、農機具屋さんとかはこういうのをもう1年単位で購入して、で、それを切ってお客さんに販売してるっていうらしくて、まあそっちの方が安いんで、はい。結果的に安く、いいもんが購入できました。こちらがキャブレーターのオーバーホールの部品たちですね。まあ、こんだけを全部新品に交換していきます。はい。ではですね、キャブレーターを組み付ける前に、ちょっとね、あまりにも汚いんで、まあ、軽く拭き掃除をしておきます。
指導1回目チャレンジですね。全然ダメです。もうね、自分の中ではもう完全にエアクリーナーがダメやったのが、原因やと思ってたんですけどね。全然話にならなくてね、結構、ダメージがでかかったですね、この時の。で、この時にですね、プラグのギャップがちょっと狭いなと思って、気づいたところですね。この時はまだプラグは新品にしておりません。はい。で、こちらがですね、燃料ポンプの、戻り側のホースがもうね、根元から折れてたんで、最初今こうやって、こんな感じでついてたんですけど、もう完全に折れちゃってるんで、こいつも新品交換しました。今ですね、プラグホールのところに556をちょっとね、挿して、で、エンジンをかけてるんですけどね。かかりそうなんですけど、かかんないんですよね。結局、556が燃えてかかりそうっていうだけで、そもそもね、多分これ燃料が来てないんですよね。でもこの時もね、プラグが古かったんで、来てるか来てないかもちょっとね、いまいち分かってない状態でしたね、この時は。で、今、プラグとかですね、その他の部品がいろいろ来たんで、早速、全部交換していきたいと思います。で、最初、圧縮がないって聞いてたんですけど、普通にですね、リコイルスターターも、重くてですね、で、プラグホールのとこからも空気ガンガン来てるし、圧縮は普通にあるやろなっていうふうに思っておりました。で、この後、やっぱりね、心配やったんで、コンプレッションゲージ買って測定してみました。さあさあ、プラグとかもね、全部変えたんで、これでもう1回、2回目の指導チャレンジ。はい、やっぱりね、ダメですね。もうね、ちょっとね、頭の中はパニック状態ですね。なんてやろうなと思う。本当に。でですね、一応ね、新品プラグに変えて、で、プラグからちゃんと火花が出てるかっていうのは最初確認したんですけど、もう一回確認にしたんですけど、やっぱりですね、火花はちゃんと出てるんですよね。で、火花出てるし、圧縮も、ちゃんと測ってないんであれですけど、圧縮もあるってなったら、やっぱ燃料関係がおかしいっていう結果にたどり着きますよね。で、マフラーの出口付近がですね、結構すすで汚れてたりすると、それがなんかね、抵抗になって、それでエンジンがかかりづらいっていう症状もあるみたいなんで、一回マフラーもね、チェックしてみたんですけど、別にそんなね、穴を塞ぐようなっていうほど、汚れておらずですね、マフラーも大丈夫そうでした。で、マフラーを外したらですね、結構ね、マフラーの取り付けのネジ山とかも傷んでたんで、タップとダイスでネジ山とボルトをきれいにして、で、この燃料タンクの周りもですね、汚かったんで、ここも掃除しておきました。はい。で、ネットでね、ちょっと調べまくったらですね、結構ね、ツースト特有の症状があってですね、僕ツーストちょっとね、触った時ないんでわからなかったんですけど、全然構造が。なんか、ツーストやと混合機がクランクケースの中まで行っててですね、一次圧縮して、で、二次圧縮で、シリンダーの方に行くんですけど、この一次圧縮の時に、このクランクシャフトのシールが左右にあるんですけど、そこがね、なんか傷んでて、そこから混合機が漏れて、
で、うまいこと点火しないという感じの症状が2ストアあるみたいなんで、一回ね、このエンジンをね、一回バラして見てみることにしました。で、こちらがプーリー側になりますね。で、このプーリーがどういう風に固定されてるのかがちょっとね、この時全然わからなくてですね、手探りでバラしていきました。おお。あかん、舐める。よし。よし、きた。取れた。おお、え、おお、取れた。はい。で、これでフライホイールが取れました。でもですね、このフライホイール見てみるとですね、フィンが折れまくってるんですよね。これか。なんでね、本当はこれも交換した方がいいんですけどね。まあ、オーナーさん、次、ここバラす時があったら、フライホイールも交換しておいた方がいいと思います。で、これがクランクシャフトシールですね。で、ちょっとね、見づらいんですけど、こうやって見る感じではですね、特に傷とかもなくてですね、大丈夫なんじゃないんかなと思いました。なんかね、今後気が漏れてると周りが黒くなったりするらしいんですけど、そんな感じもなくてですね、はい、非常にっていう言い方もあれですけど、綺麗なんじゃないかなと思いましたけど、ここまでバラしたんで交換します。で、次にこのプーリー側ですね。フライホイールがあえてはまってるだけなんで、こっちもね、はまってるだけなんやろなと思って、今、やってるところです。あ、やばい。はい。オーナーさん、まずすいません。めっちゃめちゃ嫌な音がしたと思うんですけど、プーラーでやってたらですね、このプーリーがですね、割れてしまってですね、本当すいません。で、これなんでこんなことになってしまったかというとですね、これ、ねじ切ってあって、これがナットみたいな形で止まってるんですよね。なんで、こんなもんいくら引っ張っても取れなかったっていうことです。でね、中途半端にあっても仕方ないんで、もう割れてるところは取って、今、このかけらをですね、なんとかして取らなあかんっていうことでですね、ちょっと、頑張っていきます。これどうやって取んのこれ。ちょっとわけわからん。
わかんねえ。うわ、来たか。ああ、やっぱネジ式や。ネジ式でした。いらんことした。でもなんかな、破けてる気配ないよね。はい。で、このプリ側もですね、なんとか取れて、で、シール見てるんですけど、こっちもね、なんかね、破けてるとか、そんな感じがせずですね、不思議な感じでしたね。まあけど、ここまでバラしたんで、まあ左右ともに交換します。はい。で、これがリードバルブですね。で、これがなんかね、硬くなってるとか、なんかそういったこともなくてですね、まあ、リードバルブも、まあ、全然大丈夫だなと思って、まあ、これも綺麗に掃除だけして、再利用しました。で、キャブの方もですね、ちょっとね、洗い残しがないかとか思ったんで、もう一遍ばらして、掃除だけしました。はい、今ですね、もう一度掃除をしたんですけど、まあ、ジェットとかもですね、特に詰まりはなかったんですが、まあ一つちょっとね、気になる点が、ここになんかね、ダイヤフラムのところの、この穴が、まあ最初からなんですけど、こっち向いてたんですよね、こっちの、なんか、ホースの方に。で、パーツリストを見るとこっちの方向きになってたんで、まあけど、あんまね、空気を、まあ、ね、取り込む、穴なんか排出する穴なんかわかんないですけどね。なんで、あんまり関係はないかなと思うんですけど、まあ、とりあえず、これで一回組み付け終わりました。で、クランクの、オイルシールですね。クランク軸のオイルシール。なんですけども、パッと見はね、汚れとかがないんですけど、今ちょっとね、このシャフト、クランクシャフト回してたら、まあちょうど、ここらですね。ここらがちょっと湿ってるのがわかると思うんですけど、まあちょっと漏れてるかなと思うんで、ここも交換しようかなと思います。まあこっちはね、まあ綺麗なんで、大丈夫やとは思うんですけど、まあこっちも一応交換しておきます。まあこんな感じですね。はい。で、これは燃料フィルターですね。まあ、これもですね、別にそんなめちゃくちゃ汚ねってわけじゃないんですけど、まあ、こいつも、パーツクリーナーで綺麗にしておきました。はい。今、ポンプをね、押してたんですけど、なんかね、まあ、最初からついてたやつはこういう形状をしてて、で、こっちに燃料ホースがついてて、こっちにオーバーフローパイプがついてたんで、まあね、これ新しいやつなんですけど、ちょっとね、形状が違くてですね、まあ、これもこっちにオーバーフローパイプがついてて、こっちに燃料ホースがついてるんですけど、これはね、ここをこういう風に押すと、こういう風に戻ってこないんですよね。この吸盤が。吸ってるっていうことなんで、吸ってるところが塞がれてるんで戻ってこないんですけど、こっちはですね、ちょっと待ってください。今ちょっとね、ホースを取ったんですけど、こっちの長い方ですね。長い方こっち。こっちが燃料ホース側かなと思ってたんですけど、こっちは、ちょっとね、説明が難しいんですけど、こっちはね、この短い方、こっちのオーバーフロー側と思ってたところが、こういう風に吸う感じになってるんですよね。
で、こっちがオーバーフローパイプ側になってたんですよ。なんでね、これ、ちょっと折れてるっていうのもあって、わかんなかったんですけど、これ多分、ホース付け間違えてますね。はい、では組み上がったんで3度目の正直いってみましょう。ダメでしたね。なんでやろね、本当にもうこれでねほぼ 90% 間違いないやろなと思ってたんですけど、ダメでした。もう本当にねショックでしたねこれは。で今コンプレッションゲージがねちょうど来たんで、まあねちょっと遅いんですけど、こいつで一回圧縮を測ってみます。で圧縮がですね1300ぐらいやったんで、まあね通常が800から、まあ、1100とかそこらぐらいやと思うんで、全然圧縮は大丈夫やと思います。はい、でも最後の手段はですね、Amazon とかに売ってる3000円とかである激安のキャブレーターですね、社外品の。まあ、こいつをねちょっと買ってみたんで、まあ、最後こいつでやっていきたいと思います。まあねこれがダメやったら、まああと一つか本ぐらいはちょっとね疑わしき箇所があったんですけど、まあねこいつに望みをかけてやってみます。無事かかりました。ありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いします。でねやっぱ結構ねかかりづらかったんで、もうねこれもダメかなってちょっとね諦めかけてたんですけど、まあね本当にかかってよかったです。はい、で最後ですねちょっとちゃんとね草が枯れるんかっていうのを試運転してみたいと思います。でちょうどね草刈ったばっかりで全然草がね伸びてないんですけど、ちょっとねやってみます。
ちょっとね、分かりづらいんで見てみたいんですけど、こっちが草刈ってない方ですね。で、今これが、草刈り機でやった方ですね。まあ、こう見ると結構枯れてるんで、まあ、良かったかなと思います。でね、こっちもちょっとね、背が低すぎてやってみたんですけど、全然枯れるほど伸びてなかったんで、こっちは全然ちょっとね、分かんなかったですね。まあ、それでも、ちゃんと枯れることは分かったんで、良かったですね。でもね、これめっちゃうるさいっすね、この草刈り機。やばいぐらいうるさいです。さあ、ここからはですね、おまけということで、これ純正で付いてたキャブレーターですね。で、原因がキャブレーターっていうのが分かったんで、こいつはね、オーバーホールしたんですけど、なんで、燃料が供給されなかったのかっていうのを、原因究明をね、ちょっとしていこうかなと思いますんで、まあ、お時間ある方、見てってください。はい。で、今、分解しました。で、ブロックがですね、このでかいブロックと、このちっちゃいブロック。で、この、ニードルが入ってるブロックと。まあ、大きく分けて3つあるんですけど、結構調べたらですね、一番重要なのが、まあ、この薄っぺらい。こいつが、なんかね、一番重要みたいで、で、早速ばらしていきます。で、燃料の通路としては、ですけど重要なところとしては、ここがですね、この真ん中のこのプラスのボルトみたいになってるところが結構重要みたいで、まあ、あと燃料の通路としては、こことこっち。で、あと、ね、ここですね、ここ。で、一番重要なのが、なんかこことここみたいなんですよね。なんでここ、まあね、全部一回重点的に掃除してみるんですけど、で、ここのバルブがですね、ワンウェイバルブになってて、まあね、こうやって一方通行のような感じになってるみたいで、まあここがね、ちゃんと弁になってるんで、こう、不圧っていうかね、そういうのやると動くみたいなんで一回点検してみたいと思います。じゃあね、ちょっと見てみます。でね、フロートバルブですね、この真ん中の。で、こいつはですね、こうやって指で押すと、持ち上がってくるんですけど、まあ、固着してるっていうこともなくてですね、普通に動いてると思います。で、フロートバルブが行くのがここですね。この変な出っ張り出てるところですね。はい。こいつをね、息吹いてみます。んちょっとわからんな。ここね、一方通行のはずなんですけど、こう、息を吹いたら、こうやって空気がここからシューって抜けて、息を吸うと、吸えなくなるような機構らしいんですけど、なんかね、普通に息も吸えるし、うん。なんででしょうね。で、これが一応フィルターですね。ここの。こいつ。こいつが一応フィルターです。っていうことは、この残りの可能性の燃料経路としては、多分ここ、ここ、と、ここ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 。まあ、ここの1、2、3、4、5、6箇所ですね。ここがちゃんと貫通してればいいってことなんで、まあね、一回やってみます。まずここから行きましょう。うん。普通に貫通してますね。次、ここ。ここはここに繋がってるですね。普通に貫通する。と、最後なんや。
ここは関係ない。なんかね、ゴミ詰まってるとこもないし。燃料は吸ってるんやけど、噴射しないっていうね。で、これがメインジェットですね。やっぱね、これも貫通してるんで、なんでやろね。はい。で、今ね、ちょっとね、もう一回勉強して、見てみたんですけど、まあ通常はこういう風についてて、まあ向きとしてはですね、こんな感じですね。ついてるんですけど、で、燃料が行くと、まあこっちから、こう、下から上の方に燃料が行って、この、この噴射ノズルですね、白いやつが。で、こっから燃料が霧状になって噴射されるっていう仕組みなんですけど、でね、こっから、この人差し指の方から燃料がこういう、流れとしてはこういう風に燃料がいくわけですね。で、そこで戻らないようにするために、ここの真ん中のところが、一方通行の形のバルブがついてるんですよね。なんで、ここが、もう今ね、普通に向こう側がこの見えちゃってると思うんですけど、まあこういう風になってること自体がなんかね、ちょっとおかしいと思うんですよね。普通はもう塞がってるんで。で、燃料が行くときだけ、バルブが開いて、で、戻ることができないっていう役割なんで、まあ燃料が行ってたとしてもですね、結局、戻っちゃうんで、このまんまやと。なんで、燃料が行っても戻って、結局うまく燃料が噴射されずに、エンジンがかからんかったんじゃないかなと思いますね。はい。ちょっとね、新品の状態を見てないんで何とも言えないんですけど、まあ、けど、燃料のこの通路はですね、全部今見たんですけど、貫通してたんで、やっぱね、これが、こいつがおかしいんじゃないか。なんか破れてるんですかね。なんでね、もうこれダメなんで、このバルブストッパーですね。金色のやつは。バルブストップのバルブのストッパーなんで、一回ね、ちょっとね、外してみようと思います。あ、取れた。結構簡単に取れましたね。これが正常なのか？いやいや。これが正常やと、結局このストッパーが何のために入ってるのかっていうこの役割がなくなっちゃいますよね。バルブが入ってない。なんで？なんかね、穴が開いて、粉々になって、こう、いっちゃったんですかね。てか、これしか考えられんよね。結局ないんや。はい。今、こちらはですね、Amazon で買った、激安の、車外のキャブレーターになりますね。で、今、これ、ちょっとね、ばらしてみたんですけど、ここを見てみるとですね、わかりますか？ちゃんと蓋がされてるのはわかると思うんですけど、ここですね。ここ。こう見ると、ちょっとそれ見づらいな。もうこんな感じでね、向こう側が見えるっていうことはないんですよね。ちゃんとバルブがついてて。なんでこれが普通に正常やと思うんですけど、結局さっきのやつはですね、ここにストッパーがついてて、こんな感じになってるんですけど、こうか。蓋がね、ついてないという。こっちはね、向こう側が、丸見えになってるでしょ。こうやってやる。光が透けてますよね。で、こっちはね、全然、そんなことはないんですけど、こう、光のやっても、全然透けませんよね。でも、ここは、こんな風に、透けまくってると。いうことなんで、
まあ、このバルブがどこ行ったんかっていうのはちょっとわけわからんのですけど、もう原因としてはね、これしかないなっていう感じなんで、まあ何のためにこんなことをしたかっていうと、ちょっとね、ただの僕の探求心っていうだけなんですけど、まあこれが原因やったんじゃないかなと思います。まあね、原因が分かったんで、まあね、次、草刈り機のキャブレーターとかをばらすときに、まあこういう知識を持っておくと、まあもうこれはキャブ交換した方がいいんか、部品交換でいけるんかっていう一つの、まあ、勉強にはなったんでね、非常に良かったかなと思います。ということでね、今回は、スパイダーモアの、修理になりました。はい。でね、今、スーパーカブ、あんま更新できんくて申し訳ないんですけど、今こんな感じでなっております。ハンドル作りました。まあ、これもね、全然宿泊して、うまくいかなかったんですけど、まあ、現状このような形ですね。で、今はね、同時進行でもう一個やっていかなあかんのがあるんですけど、こっちにはですね、このフォルツァ、250ですね。これめっちゃいい状態で入ってきたんですよね。結構綺麗で。ショート動画にも洗車の方だけ出してるんですけど、こいつね、あらだ。燃料タンク見たらね、こんなことになってて、まあ結局ね、こいつも、カールですね、全部ばらさないけんので、まあこいつもこいつで動画に上げようと思うんでね、また見てください。はい。ということで、今回は、まあいいか。はい、ありがとうございました。